アズールレーン、プリンツオイゲンを作る。第12話、最終話。こんばんは。小松です。今日は、まず、このパーツから塗装していきます。甲板上のパーツ塗装から進めていきます。まずは黒を塗装。塗装した後、マスキングテープで模様をマスクします。ここは直線なので、0.7mm のマスキングテープでマスクします。塗料が入り込まないよう、マスクゾルで隙間を埋めます。次は白を塗装します。使うのはフィニッシャーズのファンデーションホワイト。隠蔽力が高いので愛用しています。白を塗装したらマスキングを外し、上から円形のマスキングシートを貼ります。今回はカッティングプロッタで丸いマスキングシートを作りました。その上からリーフレットを塗装します。塗装が乾燥したらマスキングを剥がします。裏面の接合部の一部赤色が入っているので一緒に塗装しました。これをマスキングしていきます。前回紹介したクリープ紙のマスキングテープでも良かったんですが、これを塗装していた時はまだ届いてなかったんですよね。頑張って円形にマスキングしました。マスキングテープで縁をマスクできたら、マスクゾルを間に塗ってマスクします。先ほどマスキングを剥がした甲板側も同様にマスキングを行います。0.7mm のマスキングテープを短冊状にカット、貼り付けます。突起物はマスキングゾルを塗ってしまうと後で外すのが大変なので、幅の広いマスキングテープでカバーしておきます。スペースが空いているところもゾル節約のためマスキングテープを貼っておきます。あとは残った部分にマスクゾルを塗ればマスキング作業完了。甲板パーツの内側部分を塗装したので、接続部のマスキングを確認のために剥がします。やはり無理やりマスキングをしたので少し失敗していますね。筆塗りでリタッチしておきます。内側をマスキングしていきます。奥まった部分などがあるので、今回は細いマスキングテープではなく幅の広いマスキングテープを差し込むように貼っていきます。マスキングテープが重なっている部分はマスクゾルで覆います。少し薄めの灰色を塗装します。乾燥したらマスキングをすべて剥がしていきます。塗装が完了したので墨入れ作業を行います。いつもの水筆を使い墨を流します。墨が乾燥したらエナメル溶剤を含ませた綿棒で除去します。
奥まったところは平筆で墨を除去。塗装が終わったので、最後に艶消しを吹いて塗装完了です。6話で作ったも乾板を貼ります。引き続き、次は、このパーツの塗装を行います。ドイツの大型艦に入っている、艦船モデラー殺しの白と黒の帯を入れるため、まずは白を塗装します。塗装後に、フリーハンドで帯をマスキング、平行になるように気をつけながら、マスキングテープを貼ります。隙間はマスクゾルでマスク。マスクゾルが乾燥したら、黒を塗装します。先ほどの白体と同じ幅でマスキング。マスキングが完了したら灰色を塗装します。塗装完了後にマスキングを剥がします。割と良い感じになりました。墨入れを先ほどのパーツと同様に実施。最後に艶消しを吹いて完成です。完成した2つのパーツを接着します。接着にはマジックスムースというパテで接着します。小松はレジンパーツ接着にマジックスムースかバンパーパテを使います。マジックスムースはコスパが良く、拭い取りやすいので楽なんですが、バンパーパテの方が接着力は上かな。強度が欲しいところはバンパーパテ、そうでもないところはマジックスムースと使い分けをしています。次はこのパーツ。胴体パーツを塗装します。まずは、レース色である灰色を塗装します。上から少しブラックを追加した塗料を作って細吹きします。塗装後に艶消しクリアを吹いて塗装は完成。ネイル用の金属パーツを瞬間接着剤で取り付けます。ボタン周囲のモールはデザインマルカンというアクセサリー部品を使います。ちょっとモコモコしているのがそれっぽいかなと思って購入してみました。ちょうど良い系のものがなかったので一番小さいものを購入。
銅、磁形の真鍮棒で形を詰めます。これを先ほど貼り付けたボタンの周囲に接着します。少しボタンが大きくなってしまいましたが、組み立ててみると悪くなかったので、これで進めたいと思います。では、髪の毛の作業に入ります。細かい作業なので、かなり放置プレイしていましたが、ついに、残りはこれだけになってしまったので、作業を進めていきます。パーティングラインや傷などをひたすら見つけては、バテを持って修正していきます。かなり細いので、スポンジヤスリや紙ヤスリを多用して削ります。正直小松は、髪の毛パーツの処理が一番苦手かもしれません。ある程度できたので、サフを吹いて確認します。ダメだったよ。またパテで補修していきます。途中から、どんだけ私の目は節穴やねん、とげんなりしてきますが、黙々と補修作業をします。ここで、あまりにも作業が嫌すぎたので、もっと簡単に髪の毛のヤスリがけができるツールを考えてみました。フィルター用の砲弾型シリコン砥石なんですが、これはアートナイフでカットして、側面を V 字にします。これをピンバイスの柄の部分に取り付け、髪の毛の溝を磨くとシリコンが柔らかいので溝に追従してヤスリがけができます。これが意外と使いやすく、うねった髪の毛の溝の奥まで綺麗に磨けるので、かなりの時短になりました。髪の毛の表面処理、無事完了です。塗装に入ります。まず、前髪の赤色を先に塗装しておきます。赤色の部分は、マスキングテープを三角にカットして貼り付けました。上から髪の毛のベース色となるファンデーションホワイトとクリアパープルを混ぜた塗料で塗装します。ここに
よりクリアパープルを混ぜた塗料でシャドウ吹きを行います。前回紹介し忘れましたが、細吹き用にクレオツの PS771 ダブルアクションのエアブラシを購入しました。塗料の希釈度やエア圧の設定など調整が必要でしたが、かなり細く吹けるのでおすすめです。ただ、私はダブルアクションタイプが苦手で、ほとんどトリガータイプを使っているので、この細吹きで指が脱げそうになりましたよ。シャドウ吹きが完了しました。先に吹いてマスキングをしていた前髪のテープを剥がします。もう少し赤色の面積を増やしたかったので、エナメルで補修。最後に艶消しクリアを吹いて髪の毛パーツ、完成です。これで全パーツの塗装完了しました。完成までもう少し組み立てを行います。組み立てはマジックスムースやバンパーパテを使い、組み立てを進めていきます。まずは体と関節部分ができました。引き続き髪の毛と首を接着します。ここでようやく羅針盤台座とドッキング。砲塔パーツなども接着して台座に取り付けていきます。
乾パンパーツの取り付け。かなり荷重がかかるので心配していましたがバランスは取れているようです。残ったパーツなども忘れずに取り付け、いよいよ完成です。ついに完成です。